どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介した30センチ気候石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ動画を見ていない方は概要欄のリンクからぜひ見てやってください。なかなか気合を入れて作ったこの水槽、怒涛の生態導入ラッシュでなかなかいい感じになってきたんですが、それから経過を報告していませんでした。というわけで今回はそんな渾身のレイアウト水槽がどうなったのかをお見せしていきます。というわけでやっていくんですが、前回までお話ししていたのは立ち上げて初めての水草トリミングをしたところまでだったと思います。結構水草も順調に育ってきており、もさもさになったためカットしたんですが、マジでいい感じですね。この水槽には多種多様な水草を植栽しているんですが、どれもこれもすこぶる調子がいいです。強いて言えば前傾層に使用しているコブラグラスブラジリエンシスが成長が遅いだけで、他は何の問題もなく成長してます。特に中継部分の山岳の道になっているところは、トリミングを行ったことによって余計水草ロードっぽく見えて気に入ってるんですよね。これだけ大量に石を使っていても水草が育てられるんだから、やはり気候石は水質変化がそこまで高くないという意味でも使いやすい石です。おまけにかっこよくて加工もしやすいんだから言うことなし。そんなレイアウト水槽、前回からお話ししている通りメイン生態を導入しています。それがファイヤーレッドシュリンプとボララスウロフタルモイデスです。この生態たちを入れた結果、ようやく水草プラス生態の綺麗なレイアウト水槽が完成しました。思った以上に順調で怖いくらいなんですが、皆さん安心してください。いつも通り山あり谷ありやってます。そんな感じで生態導入をしたのが水草をトリミングして9日後なんですが、結構伸びてますよね。ご覧のように中継層のベトナムゴマノハグサや後継の赤系水草がしっかりと成長中。それでもこれくらいだったらちょうどいい感じです。そこから5日後はもっと綺麗になってます。このように中継の道のラインは維持しつつ、小型の葉が綺麗な水草たちが生い茂っています。我ながらこの時はすごく調子よく管理できてたと思いますね。有形層もりもりなのでトリミングが大変になることは覚悟してますが、水草が繁茂している姿を見るとやっぱり有形層はいいなと思う次第です。そこからさらに1週間後の映像がこちら。なんかもさってきましたね。前傾部分のコブラグラスはそこまで色はよくありませんが、徐々に密度を増しているように思います。中継のヒドロコティレミニは毎日気泡を上げてくれて雰囲気の引き立て役です。奥のキューバパールグラス、インディアンクラッスラ、ベトナムゴマノハグサの並びもいい感じにグラデーションになっており、根菜した良さが出ていますね。ただそこから上に上がるにつれて右側の赤系水草が荒ぶっているのがわかります。ニードルリーフルドビジアもそうなんですが、ロタラワリッキーとロタラ SP ハラがまたしても水面に到達。そしてちゃっかり成長しているアルアナの夕焼けは1本だけ完全水上用まで展開しています。水面から距離が短いので覚悟はしていましたが、トリミング後20日でこんなに成長するとは思ってませんでした。完全に有形層たちを甘く見てましたね。続いて先ほどの映像から2週間後の映像がこちら。言わずもがなやばいです。先ほどまで気泡をまとい幻想的な雰囲気を醸し出していると言っていたヒドロコティレミにはランナーをガンガン伸ばして四方八方に散らばってます。おまけに後継層の赤系水草たちは水槽の右半分に暗い影を落としている状態。近くから見るとこんな感じで、成長が遅いコブラグラスに細い糸状の苔が目立ち始めました。他の水草はそうでもないんですけど、成長が停滞し色もあまり上がってないのを見るに調子はあまり良くないようです。ここで遭遇したパラドックスフィッシュに目を奪われてしまいました。
それだけ遭遇率が低いんです。上を見ていくと中継の緑の水草はあまり変化ないんですが、ロタラバリッキーが斜め前にどんどん伸びていってます。CO2 の気泡を抱きかかえることでとんでもないくらい光合成しているように見えます。水上のある穴の夕焼けはというと、また一段と背が高くなり、何やら節々にはつぼみのようなものが出ています。見た感じ、ここから新たな子株が生えてくるのではないでしょうか。というか、すでに1本生えてきてますね。というわけで、そこから5日後、とうとうロタラワリッキーが斜め前にせり出すことができなくなり、うねうねと大和のオロチのように伸びてきました。おまけにその後ろからは行き場を失ったロタラ SP 原が見え隠れしています。こうなってはどうしようもないということで、その3日後にトリミングを行うことを決意。前回のトリミングから1ヶ月半、遅すぎる2度目のカットです。その前に水上をお見せするんですが、ある穴の夕焼けが存在感を放ってますね。本来成長が遅い貴重な水草なので喜ぶべきところではあるんですが、レイアウト的にはアウト。1本目が小株を大量に出しているのもそうですが、もう1本も手前に増えてきて手が負えません。それよりもっと手が負えないのは周りの赤系水草たち。ある穴の夕焼けのように縦に伸びてくれればまだいいんですが、このように自重で倒れて水面付近で放射状に影を落としてるんですよね。おそらくカットしたら下葉は枯れまくっているだろうということは容易に想像できます。というわけでカットしていきます。今回もいつものウェーブシザーにお世話になります。まずは手前のロタラワリッキーからカット。あまりにも多すぎるため、カットしてすぐにピンセットで残骸を回収していきます。こうでもしないと作業ができませんからね。あらかた回収したらどんどんと奥の方へとハサミを進めていきます。全然トリミングラインとか気にしてる素振りがありませんが、ここまで来るとそんなこと気にしても全く意味はありません。どうせ下は光が遮られて白くなってるでしょうしね。あれだけ伸びきっていたある穴の夕焼けもしっかりカット。あまりにも茎が太すぎてカットするときに力がめっちゃいりました。そんな感じで大体の後継層をカットしたら先ほどのように残骸を回収。これでも大雑把にカットしただけなのでまだまだ残ってますね。恐るべし有形層。そんな感じである程度雑にカットしたらガタガタになっている部分を一応整えていきます。トリミングラインを出すというほど精巧な作業ではありませんが、ある程度見栄えを気にしているようです。案の定カットした部分は白くなってますね。大体の水草はこうなるんですが、途中に生えている根っこが大量すぎて余計白く見えてるんです。葉自体がほぼないからその分根っこが目立ってる感じ。そして一番奥のロタラ SP 原は完全に気鉱石の奥の方まで入り込んでます。石の隙間から出ている株もあったので生命力の凄さを感じますね。最後に荒ぶっているヒドロコティレミニを整えていきます。こちらに関しては見た目はよろしくないですが、そこまで悪さをしているわけでもなく、下葉の部分もダメージは負っていないのでトリミング中の気持ちは楽でした。飛び散ったトリミングカスから至るところにはびこるところ以外は比較的扱いやすい水草だなと思います。そんな感じで全てのカットが終わったら、トリミング後の救世主ユマクリアで待っている水草のカスや根っこを吸い取ってもらいます。多少手助けしないといけないところはありますが、小型生態がいる中、網でゴミをすくおうとするのはなかなか大変なので助かりますね。皆さんもトリミング後のユマクリアおすすめです。というわけで、だいたい水もきれいになった状態がこちら。前傾部分はカットしていないので違いはないんですが、中継からがひどいです。ヒドロコティレミニも丸坊主ですが、他の奥側の水草も発火して大変。特に一番左のキューバパールグラスはもうダメそうですね。ベトナムゴマのハグサぐらいであればまだ立て直しが効きそうですが、このキューバパールグラスは完璧に浮いて終わるパターンのやつです。
そして後茎の赤系水草たちは先ほど見た通り根っこがびっしりのくせに葉が1枚もないようなハゲ状態。1ヶ月半でこれだけ伸びて下葉がこんなことになるとは思ってもいませんでした。やはり盛り土のせいで水面到達するのが早いのは厄介ですね。そこから10日後の状態がこちら。そこまで変わってはいません。なんとなく動きが出てきた感じはしますが、相変わらず糸状の苔はついてますし、お世辞にも状態がいいとは言えないです。近くから見るとこんな感じで、コブラグラスは完全に苔まみれになってますね。他の水草たちはトリミングしたおかげでこけてませんが、そろそろ動き出してもらわないとどんどん苔の勢力が拡大してきそうです。奥の方は割と頭頂部が見えてきましたね。これだけ成長が早いのは光が近いのもあるかもしれません。そこから2週間後の状態がこちら。なかなか生え揃ってきたのではないでしょうか。正直トリミングラインとは何だったのかレベルで奥の後茎層は虎刈り状態ですが、なんとか生えてきてくれたので一安心。ヒドロコティレミニの方もようやく本気を出してきたようです。ただ実はその奥に隠れているキューバパールグラスとベトナムゴマのハグサ、アルアナの夕焼けは完全に引っこ抜いてしまいました。キューバパールグラスは言わずもがな復活しなかったのと、意外でしたがベトナムゴマのハグサも復帰が難しい状態になったため抜いてます。こうなってしまってはまた違う水草を考える必要がありそうです。奥の赤系水草はロタラ SP ハラの赤さがまだ戻っていない感じ。そんな感じでこの動画を終わろうと思ったんですが、最後にそこから2週間後のひどいありさまをお見せして終わりにしたいと思います。どうですかこの感じ。自分の動画では見慣れた光景なのではないでしょうか。先ほどからお見せしている通り、左手前側のコブラグラスは苔に覆われまくっており、その勢力がいきなり拡大した結果、こんな綿あめみたいになってしまいました。おまけにこの青緑のような糸状苔が飛散して、右上のロタラワリッキーにまとわりついています。この2週間で何があったのか聞きたくなるくらいの急転直下なんですが、あれだけの量の水草を一気にカットしたからこれくらいの反動が出るんでしょうね。皆さんはくれぐれも水草は一気にカットせず、要所要所をこまめにカットして水槽内のバランスが急変しないように気をつけてください。というわけで最終的にはいつも通り苔まみれになってしまったこの水槽なんですが、このままではいけないので次回からはまた対策を練っていきたいと思います。お気に入りの水槽なのでもう少し頑張ってもらいたいところ。この水槽の行く末が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。